こんな感じですね。こういうちょっと形を変えて加工した状態のスパチュラになります。ではやっていきましょう。スパチュラを加工していきたいと思います。これ2本全く同じスパチュラなんですが、こちらが未加工のスパチュラです。こちらがちょっと形を変えて加工した状態のスパチュラになります。これは覆輪の石座用に作りました。まず先にこの状態ではこれステンレスなんですけれども、とても硬くてヤスリが入らないので、柔らかくするために、火を当てて焼きなましをしていきたいと思います。焼きなましたらヤスリでまずアウトラインを整えていきます。でだいたい希望のラインができたらば刃をつけていきますね。両刃ですね、両刃で。今回は覆輪の石座用なので、こういう四角い形にヤスリで整えてから、こことこことここと刃をつけていきます。でそれが終わったらですね、こちらの砥石で、最初は粗い方で砥石で研いで、細かい方の砥石で仕上げていきます。じゃあまず焼きなましていきましょう。でステンレスの種類によっては急冷の場合と、あと除冷を行う場合と違うみたいなので、両方やってみた結果、除冷の方がよりヤスリが入りやすくなったので、今回除冷で焼きなましていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、ここから除冷をしていきます。自然に冷やしていきましょう。でよく冷めてから触ってください。危ないですから。でこれから加工していきたいと思います。これはこの石座のこの平らな部分ですね。これをこんな感じで平らにするための道具です。でこのままではもう全然石座に当たっちゃうし、刃がついてないんで削れませんのでね。やっていきます。ちょっと角度変えたいと思いますので削っていきます。でここはあまり尖りすぎてると、石座の削ってる時にここの角に傷がついてしまうので、少し落としていきましょう。まだまっすぐじゃないので、まっすぐ。ここも落としていきたいと思います。だいたいこんなぐらいの角度でいいと思います。刃をつけていきましょう。だいたいこんな形で切れます。じゃあ今度スプーン型のスパチュラを四角い形にしていきたいと思います。はい、ここの丸みを落としちゃいますね。まっすぐ。でこちらも落とします。
でここを落としましょう。それを落とします。ここから刃をつけていきます。こっちとこっちとこっちです。ヤスリで形が整ったので、これからこのヤスリの傷を砥石で取っていきたいと思います。とりあえず粗い方のヤスリ、細かい方のヤスリの順番でやっていきます。で、適当にミシンオイルつけて、細かい方の砥石で仕上げていきます。はい、これで砥石の作業終了です。はい。で、こちら砥石終了したので、こっちを研いでいきたいと思います。はい、じゃあ細かい方で仕上げていきます。で、ちょっとバリなどをペーパーでちょっと取っていきたいと思います。だいたい1500番ぐらいまでかければいいんじゃないでしょうか。せっかく作った刃を丸くしないように紙やすりで整えていきます。大体こんな感じですね。で、こっちもペーパーかけていきます。はい、終了です。はい、じゃあ今作ったスパチュラを実際に使っていきましょう。はい、じゃあこの四角い今作ったばっかりのスパチュラでかぼし状の石座のここの部分ですね、この垂直のこの面に対してこの垂直の部分を削っていきます。
続きまして、このグリーンの石のこの平らな部分ですね。ここの面の刃のついた部分を使って平らにしていきます。さっきちょっと丸めましたけども、あまりグッと押し当てると傷になってしまうので、ここの部分、ここを気をつけてください。こんな感じですね。でこんな感じで、覆輪の今回は石材用にこの垂直部分の削りとこの平らな面ですね、覆輪のここの石材に合わせたスパチュラを作りました。どうぞ皆さんはよかったら作ってみてください。